ジョンホは最後まで無実を訴えた。ジョンホの目に何かが宿った。2026年5月、韓国ソウルの裁判所で、ある男の人生が静かに動き出した。法廷に緊張が満ちていた。傍聴席は息を飲む人々で埋まっていた。裁判長の声が低く、ゆっくりと空気を割る。被告人を無罪とする。その瞬間だった。男は動けなかった。耳に入った言葉の意味を脳が処理するまでに数秒かかった。隣に座る弁護士が肩に手を置いた。それでも男は動かなかった。28年。その数字が頭の中でゆっくりと広がっていった。28年分の時間があの一言で崩れるように戻ってきた。青春があった。家族があった。夢があった。それらすべてが1998年のある夜から奪われていた。やがて男の方に一筋の涙が伝った。声も出なかった。おえつすら出なかった。ただ涙だけが静かに落ちていった。法廷の後方で一人の女性が立ち上がった。誰も気づかなかった。いや、気づいた者もいたが、声を上げる者はいなかった。彼女は震えながら男の背中をただ見つめていた。その目には何かが宿っていた。謝罪だったのか、恐怖だったのか、それとも長年抱えてきた重すぎる苦しみだったのか。無罪判決の紙が男の手に渡った。その紙はたった1枚だった。されどその1枚に28年分の重さがあった。弁護士が涙をこらえながら言った。終わりましたよ。男はそれでもしばらく紙を見つめ続けた。この日が来るまで男にはある普通の日々があった。男の名前はイ・ジョンホと言った。1970年生まれ、ソウルの南東白南市の外れで育った男だ。父親は町工場で鉄を削っていた。母親は市場で野菜を売った。裕福ではなかった。しかし穏やかだった。家の中にはいつも鍋の匂いがあった。ジョンホはその家の長男だった。弟が2人、妹が1人いた。末っ子の妹はいつも彼の背中にくっついていた。兄と呼ぶ声が路地に響いた。学校での成績は中くらいだった。特別に秀でていたわけではない。ただ体を動かすことが好きだった。工業高校を卒業後、建設会社に就職した。現場で汗を流す仕事だった。重い鉄骨を運んだ。砂ぼこりまみれになった。それでも毎日弁当箱を持って現場に向かった。文句を言ったことはなかった。仕事が終われば仲間と屋台を囲んだ。笑い声が夜の路地に溶けた。当時彼には夢があった。小さな建設会社をいつか自分で立ち上げること。職人として腕を磨き、信頼を積み重ねていけばきっとできると信じていた。根拠のない自信ではなかった。彼には積み上げてきた日々があった。1997年、彼は27歳になった同い年の女性と付き合い始めていた。名前はミジョンと言った。穏やかな笑顔の人だった。休日には二人で観光沿いを歩いた。将来の話をよくした。子供は二人欲しいと彼女は言った。彼は笑ってうなずいた。年末が近づいていた。現場の仕事も繁忙期に差し掛かっていた。残業が続いた。疲れが溜まっていた。それでもジョンホの顔には充実した光があった。何もおかしくはなかった。何も変わってはいなかった。朝目を覚ます。飯を食う。現場へ向かう。それだけの日々だった。しかし人生というものは時として
一瞬でひっくり返る1998年春の夜、その日を境にジョンホの普通は二度と戻ってこなかった。1998年春、ソウルの外れに位置する小さな住宅街。その夜、一人の女性が帰宅途中に何者かに襲われた。被害者は20代前半。その日の記憶は断片的だった。恐怖と混乱の中で彼女の脳裏に焼き付いたのはわずかな輪郭とかすかな声だけだった。警察が動いた。地域の聞き込みが始まった。ジョンホは現場の近くで働いていた。それだけだった。接点はそれだけだった。顔を知っていたわけでも面識があったわけでもなかった。しかしそれで十分だった。捜査員たちは早期解決を急いでいた。事件から数日後、複数の目撃証言が集まり始めた。その中にジョンホの名前が浮かんだ。取り調べが始まった。部屋は狭かった。照明は強かった。椅子は硬かった。捜査員の言葉は問いかけではなく確認だった。あの夜、あそこにいたのはあなたですよね。否定するたびに言葉は重なった。否定するたびに時間は伸びた。ジョンホは疲れていた。追い詰められていた。そしてある夜、調書に署名が入った。被害者女性は複数の写真を並べられ、犯人を指さすよう求められた。刑事は彼女の視線が揺れるたびにある方向へと静かに誘導した。言葉ではなく態度で、沈黙ではなく圧力で。女性は一枚の写真を指さした。それがジョンホだった。後にわかることだが、彼女はその時確信を持っていなかった。記憶の中の影と写真の顔が一致するように思えた。それだけだった。しかしその一瞬の選択が一人の人間の人生を28年間塗り替えることになった。証拠は乏しかった。動機も曖昧だった。それでも裁判は進んだ。アリバイを証明しようとした人間はいなかった。弁護は不十分だった。ジョンホは最後まで無実を訴えた。誰も聞かなかった。判決が下りた。法廷の空気が静まり返った。ジョンホの目に何かが宿った。怒りでも涙でもなかった。それは現実を受け入れようとする人間の最後の表情だった。こうして彼の28年が始まった。そして次に問われるのは、その長い時間の中で何が失われ何が証明されたかだった。逮捕は突然だった。ジョンホの自宅に刑事たちが現れた。近隣の目が一斉に集まった。任意同行ではないと刑事は言った。手錠がかけられた。取調室の椅子は冷たかった。照明が真上から照らしていた。逃げ場はどこにもなかった。捜査員たちの問いは最初から決まっていた。お前がやったんだろうという前提で始まっていた。ジョンホが否定するたびに声のトーンが上がった。被害者がお前だと言っている。目撃者もいる。黙っていればもっと重くなる。これらの言葉が繰り返された。何時間も繰り返された。ジョンホは首を横に振り続けた。声がかすれた。それでも否定し続けた。取り調べは数日にわたった。弁護士との接見は制限された。外の世界から完全に切り離されていた。捜査書類には不自然な点があった。被害者の証言が最初の供述と微妙に食い違っていた。警察はその矛盾を記録に残さなかった。誘導尋問は巧妙だった。この写真の中に犯人はいますか
ではなく、この写真の中の誰が犯人ですかという問いだった。被害者の女性は混乱の中で一枚の顔写真を指さした。それがジョンホだった。物的証拠は乏しかった。現場に残されたものはほとんどなかった。しかし検察は被害者の証言を最大の武器として起訴に踏み切った。公判は短期間で進んだ。弁護側が提出したアリバイの証人は信用性が低いと判断された。ジョンホが当日いた場所を証明できる客観的な記録はなかった。裁判官の顔は終始無表情だった。傍聴席にジョンホの母親が座っていた。毎回来ていた。毎回祈るように手を組んでいた。判決の日、ジョンホはスーツを着ていた。母親が用意した一張羅だった。主文が読み上げられた。被告人を懲役15年に処する。母親の声が漏れた。法廷が静止した。その瞬間、ジョンホは何も感じなかった。感情が追いつかなかった。ただ、正面を見ていた。有罪の烙印が押された。社会が彼を切り捨てた日だった。鉄の扉が閉まった。長い時間がそこから始まろうとしていた。鉄の扉が閉まった。音が反響した。その音は冷たく、硬く、ジョンホの耳に刻み込まれた。週刊初日、独房の天井を見上げた。コンクリートの壁、シミだらけの床、小さな窓から差し込むわずかな光。それが彼の世界になった。最初の1ヶ月はほぼ眠れなかった。目を閉じると法廷の光景が蘇る。母親のあの声が繰り返し頭の中で鳴り続けた。食事は毎日同じだった。時間だけが異様にゆっくり流れた。一日が一年のように感じた。受刑者たちの中に彼の噂は広まった。強姦犯、それが彼のレッテルだった。言葉がトゲのように刺さった。無視することを覚えた。3年が過ぎた頃、ジョンホは裁判記録を読み返した。何度も何十回もどこかに矛盾があるはずだと弁護士への手紙を書いた。返事はなかった。もう一度書いた。また沈黙。それでも書き続けた。5年目の冬、母親の面会が途絶えた。病気だと手紙に書いてあった。駆けつけることもできない。その無力感が彼を一度だけ崩した。独房の壁に額を当てた。声を殺して泣いた。長い時間そのままでいた。朝になった。陽光が窓から入ってきた。細く弱い光だった。それでも光だった。立ち上がった理由は単純だった。母親にもう一度会いたかった。ただそれだけだった。10年が過ぎた。15年が過ぎた。刑期は満了したが、社会に戻る場所はもうなかった。仮出所後も彼への視線は変わらなかった。戸籍には有罪の記録が残っていた。職は見つからなかった。アパートの契約すら断られた。それでも彼は諦めなかった。再審の申立書を書き続けた。毎年一度も欠かさず。28年という時間は奪われたものを数えればあまりにも重かった。青春、仕事、友人、そして母親との時間。それでも消えなかったものが一つあった。自分はやっていない。その確信だけが彼を生かし続けた。そして2026年、法廷に一人の女性が現れた。全てを変えようとしている人間が静かに立ち上がろうとしていた。諦めなかった人間がいた。彼一人ではあの鉄格子の向こうから真実を届けることはできなかった。
外の世界で動き続けた者たちがいた。最初に声を上げたのは彼の妹だった。兄が収監されてから彼女は毎年法務省に嘆願書を送り続けた。返事が来ないことの方が多かった。それでも止まらなかった。兄はやっていない。その一文だけを28年間書き続けた女性がいた。やがてその声は一人の弁護士の耳に届いた。冤罪専門の若い弁護士だった。彼は当初この事件を資料で見たとき疑問を感じた。目撃証言の矛盾、物証の欠如、被害者供述の変遷、どれも当時の捜査が結論ありきで進んだことを示唆していた。弁護士は自分の時間を削り、古い裁判記録を一枚一枚読み直した。深夜になることが何度もあった。それでも彼は手を止めなかった。もし間違いなら取り返しがつかない。その言葉が彼を動かし続けた。同じ頃、ある市民団体がこの事件に注目し始めた。冤罪被害者の支援活動をしていた小さな団体だった。資金も人手も足りなかった。それでもメンバーたちは街頭で署名を集めた。記者会見を開いた。メディアに何度もこの事件を訴えた。最初は誰も振り向かなかった。1年が過ぎ、2年が過ぎ、それでも彼らは諦めなかった。転機は2025年の秋だった。一人の記者がこの事件の記録を丁寧に取材し、全国紙に掲載した。記事は静かにしかし確実に広がっていった。読んだ人々が署名をした。弁護士に情報を送った者もいた。その中の一通のメールが決定的な糸口になった。差出人は事件当時の元警察官だった。あの取り調べはおかしかった。ずっと言えずにいた。震える文字で書かれていた。一人の妹の28年の嘆願、一人の弁護士の深夜の調査、小さな団体の諦めない訴え、そして両親に従った元警察官の告白、これらが重なり2026年の法廷へとつながっていった。真実とは一瞬で現れるものではない。諦めなかった人間の数だけ積み重なってようやく光の中へ出てくるものだ。その法廷にはもう一つの新たな証拠が持ち込まれようとしていた。2026年春、最新の法廷に新たな封筒が持ち込まれた。それは誰かの勇気がようやく形になった証拠の束だった。最初に提出されたのは DNA 鑑定の報告書だった。1998年の事件当時、採取された生体資料が倉庫の片隅に保管されたままだった。28年間誰も開封しなかったその袋がついて再び光の下に置かれた。最新の技術で再鑑定された結果は明白だった。資料に残された遺伝子は彼のものと一致しなかった。静寂が法廷を包んだ。裁判官が書類から目を上げた。弁護士が次のページをめくった。二つ目の証拠は一人の老人が書き記した手紙だった。事件当日、現場近くで目撃した男の特徴を当時の警察に申告しようとしたが、担当者に無視されたと丁寧な文字で綴られていた。その男の特徴は彼とは似ても似つかなかった。老人はすでに80を過ぎていた。それでも記憶の重みに耐えられなくなったと手紙の末尾に書いていた。真実を黙っていた28年がずっと苦しかったのだと。3つ目の証拠が最も法廷を揺るがした。
元捜査担当の警察官が内部告発の文書を提出していた誘導尋問の手順、被害者への示唆の記録、そして上層部からの圧力を示す内部通達のコピー、それらは事件が最初から誤った方向へ誘導されていたことを如実に物語っていた。一つの証拠では足りなかったかもしれない。だが、三つが重なった時、法廷の空気が変わった。彼は証拠が読み上げられる間、ずっと下を向いていた。手が小刻みに震えていた。怒りではなかった。安堵でもまだなかった。ただ、誰かが信じてくれた。その事実だけが全身に染み込んでいくような感覚があった。真実というのは、一人が叫んでも届かないことがある。証拠というのは、一枚では折れることがある。しかし、積み重なった時、それはもう誰にも止められない。法廷の扉が内側から押し開けられようとしていた。次の改定で判決が言い渡される。そしてその日、法廷の傍聴席にある女性の姿が現れることになる。法廷の扉が開かれる日が来た。2026年春の終わりに差し掛かった朝、ソウル高等裁判所の第三法廷に人々が静かに集まっていた。傍聴席は満員だった。記者たちがペンを握りしめていた。弁護団は表情一つ変えずに正面を向いていた。再審請求が認められたのはその3ヶ月前のことだった。新たな DNA 鑑定が全てを変えた。1998年当時の証拠として提出されていた繊維片、その繊維片に残っていた微細な体液反応が最新の技術によって再分析された。結果は一致しなかった。ジョンミンの DNA とは完全に異なる第三者のもの。それが法廷の場で初めて明かされた瞬間だった。検察側は沈黙した。かつて完全な証拠と呼ばれていたものが今音を立てて崩れていく。弁護士の声が静まり返った法廷に響き渡った。被告人に対するすべての訴因は根拠を失っています。裁判長が書類に目を落とした。長い沈黙があった。それは数秒のことだったが、ジョンミンには28年分の重さがあった。主文、被告人を無罪とする。その言葉が空気を割った。傍聴席から誰かがすすり泣く声が漏れた。ジョンミンは動かなかった。泣くことも叫ぶこともできなかった。ただ、両手を膝の上に置いたまま目を閉じていた。その時だった。後方の傍聴席で一人の女性が立ち上がった。年齢は50代ほど。震える手で椅子の背をつかみながら彼の方へと歩いてくる。誰も止めなかった。止められなかった。女性はジョンミンの正面で立ち止まった。そして深く深く頭を下げた。ごめんなさい。あなたは犯人ではなかった。私の記憶は正しくなかった。あの夜、警察の誘導尋問の中で私はあなたの名前を選ばされていた。法廷が静止した。ジョンミンの目から初めて涙が流れた。28年、9000日以上。その重さを誰も完全には理解できない。しかし、その瞬間だけは、その場にいた全員が息を止めていた。真実は遅れてやってくる。それでも必ずたどり着く。無罪判決の後に待ち受ける現実が次の扉の向こうに広がっていた。無罪。その2文字を受け取るまでジョンミンは
28年を費やした釈放の日、裁判所の正門を出ると、5月の風が彼の方を撫でた。暖かかった。ただそれだけのことが胸の奥をえぐるように刺さった。自由とはこんなにも静かなものだったのか。拘置所の外に出た瞬間、彼を出迎えたのは支援団体のスタッフと数人の記者だけだった。家族はもういない。母は11年前に行った。妻とは収監から3年後に離婚届が届いた。子供たちの顔は記憶の中でしかもう存在しない。無罪は奪われた時間を返してはくれなかった。国家賠償の申請手続きが始まり、弁護士が淡々と書類を並べた。法律上の保証額は算定できる。しかし28年という年月の本当の値段をどんな計算式も導き出せない。彼が最初に感じた自由の実感はスーパーマーケットの食品売り場だったという。色とりどりの野菜が整然と並んでいる光景を前に、彼は十分以上そこから動けなかった。何を選んでいいかわからなかった。選ぶという行為そのものを28年間誰かに委ねてきたから。夜になると眠れない夜が続いた。布団が柔らかすぎた。天井が広すぎた。静寂が怖かった。自由の中に潜むその孤独は支援者の誰も完全には理解できなかった。トラウマは釈放の翌日から始まった。フラッシュバック、尋問室の照明、看守の足音、無実を叫び続けた。あの世よ、それらはすべてまだ彼の中に生きていた。変わったもの、変わらなかったもの、街は変わった。人々は変わった。スマートフォンが当然となり、支払いはすべてデジタルになり、彼が知っていた世界はどこにも残っていなかった。変わらなかったのは彼の名前に貼り付いた記憶だった。近所の人々は無罪報道を見ても目をそらした。真実よりも先入観は深く根を張る。それでもジョンミンは毎朝外に出た。歩いた。空を見た。風を感じた。誰かが言った。あなたはなぜ怒らないのですか。彼は少し間を置いて答えた。怒る時間より残りの時間の方が大切だから。28年を奪われた男がそれでも前を向こうとする姿は静かな問いを社会に投げかけていた。手法は正しかったのか。次の扉の向こうにはこの物語の最後の問いが待っていた。28年という時間はどこへ消えたのだろう。彼には取り戻せない日々がある。20代の青春も30代の積み重ねも40代の充実も全て鉄格子の向こうに置いてきた。無罪判決が出た日、彼の手には判決文があった。被害者女性の言葉があった。あなたが犯人ではなかった。その一言を受け取るまでに30年が必要だった。30年という重さを想像できるだろうか。記憶は書き換えられる。誘導尋問は無実の人間を犯人に変える。一人の証言が一人の人生を消すことができる。司法の仕組みは完全ではない。冤罪は過去の話ではない。今この瞬間にも世界のどこかで誰かがやっていない罪を問われているかもしれない。彼は怒りよりも残りの時間を選んだ。その静けさは強さなのか、それとも怒る力さえ奪われてしまったのか。私たちには答えを出す資格があるだろうか。一つだけ確かなことがある。彼の物語は終わっていない。被害者女性の苦しみも終わっていない。誘導した者への問いも終わっていない。司法への問いかけもまだ
続いている。あなたはこの物語を見て何を感じただろうか。もし冤罪が自分の家族に起きたとしたら、あなたはどう戦うだろうか。コメント欄にあなたの言葉を残してほしい。一人一人の声が社会を少しずつ動かしていく。彼が空を見上げた日、風は確かに吹いていた。その風がどこへ向かうのかは私たちが決めることだ。